中国南部広東省に位置する都市深セン。かつては小さな漁村だったこの町はわずか数十年で人口1700万人を超える世界有数のハイテク都市へと進化しました。中国初の経済特区として急成長を遂げ、ガジェットやドローン、電気自動車や中国で最初の自動運転タクシーの営業開始など最先端の中国のシリコンバレーとも呼ばれる町です。今回は同じく広東省の珠海から船で直接深センに渡り町の様子を見てきます。それで今説明した通りですね、今日はこちらの珠海から深センまでですね、船で移動してみようと思います。香港から深センまで、そこの間っていうのは陸路でつながってますんでね、簡単に行き来できて、去年私もやりましたかね。珠海から深センまでも、陸路でつながってるんで、バスとか電車でねダイレクトに行けるんですけど、ただねちょっと地図を見るとこう迂回する感じになるんですよね。それをこのフェリーで1時間ぐらいかな、フェリーって言っても香港マカオとかを結んでるような高速船みたいなタイプのフェリー、あれがね出てるんですよ。30分に1本だが。でそれに乗っていくとダイレクトにこう直線で移動ができるんで、あとこういうことやってる人あんまりいないかなと思ったんで、ちょっとまずやってみようかなと思います。あとですね、明日日本に帰るんですが、今回深センに今から移動して、ちょっとねどうしても深センでやりたいことが2つありまして、そのためにちょっと寄り道するっていう感じです。で深センからね名古屋直行便も出てるんで、それで帰ろうかなっていう感じです。で今回は、珠海から深センに移動してちょっと私のやりたいことをやるっていう、その内容で、お届けしたいと思います。滞在はね去年滞在編の動画出してるんで、今回そのがっつり滞在って感じではないんですが、ちょっと自分のちょっと見せたいものを2つちょっとやりに行きます。はい。ということで、じゃあ今からホテルをチェックアウトして出ましょう。とりあえずチェックアウトして配車アプリで、フェリー乗り場九州港フェリーターミナルっていうところにですね、移動しようと思います。ここから10分15分ぐらいですかね、タクシーで。はい、それではチェックアウトしました。今から配車アプリで車呼んでターミナル向かいます。ということで配車アプリ呼んだ車来ました。ということで珠海九州港ターミナル船乗り場ですね、到着いたしました。ここからチケット買って、で香港に行く便と深センに行く便があるんで、私は深センに行く便に乗ります。香港だと出境しないといけないですね。手続きしないといけないんで、イミグレのね国内線の方で行きます。中がチケット売り場でお店もあるみたいです。ケンタッキーとかあるみたいですね。ちょっとチケット買いましょう。すごい大量の学生がジャージ着た学生がいっぱいいますけど、結構ローカルな感じ。でもいろいろお店はある。ここがチケット売り場かな。ということで今乗船券買いました。初めて知ったんですけど時間によって値段が違うんですね。便の出発する時間でだいぶ差がありまして、俺統一されてるかと思った。事前にねネットで調べた情報だと普通席が120元で、いわゆる特等席ってやつ、グリーン車みたいな一等席みたいなやつが150元だと思ってたんですけど、今200元しました。特等席を選んだんですけども。ということでもうとりあえずチケットは買ったんで、パスポートさえあれば買えます。でアリペイとか WeChatPay でも、あとクレジットカードも一応ね中国のクレジットカードであれば使えます。ちなみに乗船時間は約60分と書いてありました。でさっきも言った通り、香港マカオとかに行くようないわゆる高速船タイプの船ですね。自分が一番嫌いなやつです。一番自分は酔いやすいんですよ。それ60分乗るんで結構ね酔うんじゃないかなって心配しております。中にはこんな風に待合でマッサージチェアとかケンタッキーとか、トイレももちろんあるしラックインコーヒーもあります。それじゃあ保安検査を受けて中に入りたいと思います。もうあと20分ぐらいで出港ですから、意外とスムーズですね。いい感じで来ました。大量の学生さんたちと同じ便になりそうですね。ということで保安検査を受けました。それでは乗っていきます。ちょっと時間がなかったんですけど、この VIP の人はラウンジみたいのがあって、
水とかお菓子がもらえるみたいです。で優先搭乗もあったんで今ちょっと水だけもらいますわ。よし、じゃあ行こう。先生ありがたい、並ばなくてよかった。わずか40元の差なんで払った方が良さそうですね。あんだけ混んでるなら。知らなかった、あんなラウンジサービスとかプライオリティサービスがあるのよし、じゃあ乗っていきましょう。ちょっと気が重いけど揺れるかな。このオレンジの船っぽいけど割と小さいですね。これじゃないんかな。これにあんなたくさん人乗るんかな。シェイ広域ですね。ということで VIP は2階席で荷物も預かってくれたんですけど、びっくりしたなんとね、俺個室だった。道理で高いのかな。普通のビジネス席じゃなかったかもしれない。買ったのよくわかんない。あ、Thank you。マジか、こんな風なんだ。もうなんか今飲み物とお菓子ももらいました中国すごいよね、こういうのね。完全個室貸し切りなんだ。軽く10人ぐらい座れそうですけど、すげえな。ちょっと広すぎて困惑してます。すげえね。最悪気持ち悪くなってもこんな感じで寝れますね。せっかくなんでオレンジジュースもらったんで飲みましょうか。この中タバコは吸えないですね、さすがに。でも一応 Wi-Fi はあるとは書いてありますね。あと一応あそこにコンセントもありますね、テレビもある。今ね、お姉さんが入ってきて安全の説明したんで、シートベルトをねつけろってことかなと思って今シートベルトをつけようとしたらノー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 って言ってつけなくていいそうです。個室だけ免除なのかな。今トイレで下行ったんですけどみんなちゃんとつけてましたけどね。そういうことでしょう。今まで自分が乗ったことある、フェリーも含めて一番広い空間ですね素晴らしい。これだったらもっと長時間乗っても大丈夫そうだな。ちょっとね、水しぶきで窓が汚いですけど、とりあえず出港です。なんかこれ一本で動画作れそうなぐらいのネタですよね。これは知らなかったな。このジュハイから深センまでね、この船で行くっていう、発想があんまないですよね、外国人にしたらね。すごいスピードが出てきた。これ揺れるな。船がこう前のめりになってるのが今すごい感じますね。結構揺れますね。1時間ぐらい乗ってたら酔いそう。船が弱い人だと。大きい船だったらねまだいいんだけどね、このなんか高速船みたいなのが一番自分苦手なんですよね。もう若干ちょっと気持ち悪いですね。でも贅沢言えないですよ。これめちゃくちゃいい部屋にねいるわけですから、ついでに今部屋が貸し切りなんでちょっといろいろ喋ろうと思いますが、この後ですね、私は深センに着いた後一旦ホテルにちょっとチェックインして荷物を置きに行って、深センで2つやりたいことがあるとねさっきお話ししたと思うんですが、何がやりたいのかというと、まず1つはですね、無人タクシーに乗ること。今深センではね社会実験として無人タクシーがね去年ぐらいから、もっと前かなぐらいから走ってるんですよ。でそれがなんとね日本のトヨタと一緒にやってて、レクサスの無人タクシー、他のね会社もやってるんですけど、何種類か合同というか同じタイミングで実験やってるみたいで、レクサスの無人タクシーっていうのをちょっと乗ってみたいなと思っております。専用アプリをダウンロードして日本の電話番号でも登録できるんで、それでちょっと乗ってみると。であとね私の仲いい知り合いの花さんがおすすめしてた深センのピザ屋さん。そう、深センはね香港と同じくヤムチャとかめっちゃ美味しいんですけど、前回ね
食べたんで、他の料理ですごい美味しいなんかトリュフのピザっていうのがあって、深センも結構食事とか安いんですよ。でそのピザ屋さんが美味しいって聞いたんで、ここ最近ずっと中華料理ばっかなんで、ちょっとその美味しいピザを食べに行く、これをね2つちょっとやりたいなということで、深センで寄り道してから日本にね帰ろうと思っております。はい、なんで一旦フェリー乗り場で到着したら、そこから地下鉄に乗ってホテルまで行って、でチェックインできるならして、で荷物を置いて、で街に行くと。で今日しかないんですよ、私深セン滞在が。明日すごい朝早い時間に空港行かないといけないんで、はい、そんな感じで行こうと思います。今アナウンスがあったんですが、間もなくですね到着するみたいです。ちょっと汚くて空気も多分汚いですね。30分ぐらいね横になって寝れました。いやー快適でしたね。今のところ、若干ちょっと船酔い感はあるけど、そこまで気持ち悪くないですね。やっぱ横になって寝れるのは大きいですね。それでは深セン川のフェリーターミナルに到着しました。降ります。こちらのフェリーターミナルから無料のシャトルバスで、地下鉄2号線の駅までね送ってくれるみたいなんですよね。それに乗って、ホテルに行きたいと思います。1本で行けるところのホテルを予約しました。さっきですけどね。よし着岸しました。じゃあ降ります。このまま地下鉄2号線の駅までまずバスで移動します。ということで、地下鉄2号線の駅に行く無料のシャトルバスがねちょっと見つからなくて、今サービスセンターの受付の人に聞いたんですけど、もうそのバスないみたいです。本当にないのかな。バス乗り場も今見たんだけど分かんなかった。なんでそんな遠くないんで、いいや、配車アプリで行きますか。今調べたら21元ぐらいで行けるんで、それで一旦ホテルに行っちゃいましょう。ちなみにね、無人タクシー、後から乗るんですけど、それはねここエリア対象外なんですよね。ホテルの方に行けば多分乗れるはずなんですけど、ここから乗れたら面白かったんですけどね、このフェリーターミナルは来てないみたいです。こんな感じでちゃんとモバイルで配車アプリの乗り場が決まってるんですよね。ライドシェアゾーンっていうのがあるんで、ここにいれば来るみたいですね。皆さんライドシェアの人たちばっかですね。深センはね前払いでした。今アプリでやったら先にお金払ってもうそれで行くみたいな感じですね。ジュハイは一応メーターというか到着後に料金が暫定的には分かるんですけど、最後確定するみたいな感じだったんですけど、いろいろやっぱエリアによって違うんですね。ということで車に乗りました。ということでホテル到着しました。今回ウェスティン1泊だけします。前回ね街の中心部の方のシェラトンとリッツカールトン激安だったので泊まったんですけど、今回はちょっと外れの方のウェスティンを選びました。1泊1万7000円ぐらいかな。それじゃあチェックインします。ということでまだお昼の12時過ぎなんですけど、チェックインさせてもらいました。もう今回このホテルでねゆっくりっていうよりも修行のために泊まってるっていうのもあるんで今回選びました。どうせ明日の朝すぐねチェックアウトするんで、もう朝ごはんも食べる時間もないです。とりあえず部屋行って荷物置いて街行きましょう。今回は7階の部屋なんですけど、ラウンジは2階なんですね。アップグレードはねなんとかウィンドウルームっていうだけで多分広さとかスイートとかそういうのはないと思いますが、全然いいです。部屋は715ですね。俺の誕生日だ。715番です。ということで部屋に入りました。ざっくり部屋の紹介だけ。この部屋のこのほぼ中央部に
バスタブがあるってもうちょっとエロすぎますね。はい。でキングサイズベッド、はい、普通の部屋ですね。ただまあ景色のいい部屋っていうだけだと思います。はい、こんな感じ。なんかここにね、なんかテーマパークみたいなのがあるんですよね。まあ行かないですけど、なんかエッフェル塔みたいなのがあって、まあ、ビル群はすごいですね。確かに全然チタンになってからねスイートにならないんですよね。アップグレード、まあ、全然いいですけど、ほぼ多分部屋にいないんで、はい、こんな感じで、まあ、部屋は素晴らしいですね。とりあえずこんな感じでジュハイからね深センまであっという間にフェリーで移動できて、まあ、移動も全部スムーズでしたね。それで部屋にも入れたんで、ちょっと荷物を整理してから今からね、まあ、ちょうど昼、まあ、食べる昼過ぎとかちょっともうちょっと遅くなると思いますけど、これからね街の中心部にあるココパークっていう商業施設があるんですけど、そっちに行ってさっき話したピザ屋さんに行ってみようかなと思います。まあ、その道中、まあ、もしくは帰りにその無人タクシーっていうのをねちょっとどうしても乗ってみたいんで体験しようかなと思っております。それではちょっと出かけましょう。すいません、やっぱり先に無人タクシーちょっと乗ろうかと思います。今調べてたら、まあ、この近くでね乗れそうだったんですよね。ちょっと一回それ試して、その一回乗ってから飯行きますか。ここのホテルもそのままホリデープラザっていうショッピングモールに直結してますね。しかも地下鉄の駅とそのまま直結してるわ。で飯屋も多分いっぱいあるし、だいぶ気温が上がってきて暑いですね。でこのショッピングモールの上がウエスティンで、その横が IHG のインディゴですねのホテルがあって、で地下鉄が真下に通ってるっていう感じですね。まあ大体何でもお店が入ってるって感じですかね。回転寿司とかも入ってるわ。この辺も日本のラーメン屋ですね。もう本当にジュハイ深セン何でもあるね。今回私がね使ってみようと思ってる、まあ、レクサスの無人運転のトヨタが一緒にやってる今実験としてやってるやつね。それがねポニーポイントっていう、まあ、アプリなんですよ。でこれ見るとね、どこでも走ってるわけじゃなくて結構限られてるんですよ。一応枠は深セン市内入ってるんだけど、ただね自分のこのホテルの周りで乗れる場所がない。なので今から地下鉄で2駅移動した、なんかよくわかんないけどその乗れるエリアの方に移動して1回乗ってみようと思います。そうだ、本末転倒だけど乗る意味ないじゃんって感じなんですけど、今回、まあ、乗ってみるのがちょっとやってみたかったんで、わざわざ地下鉄で2駅移動して乗れる場所まで行きます。今日しかね深セン滞在ないから、ちょっとやれることをねちょっと早くやっときたいっていうのでちゃっちゃと行きます。それでハイテクパークっていう、場所でおりまして、この辺のどっかなんですけど、いまいちね場所が分かんないのと地図が連動してないんで、こう探すのが大変。両方のアプリでなんかそれっぽい場所を見ながら探すみたいなことをやってます。簡単にまだ乗れるわけじゃないんだね。はい、それっぽいとこ見つけたんですけど、道の反対側だったんでちょっと移動します。なんかねめっちゃ工事してて何百メートルも迂回しないといけない。それで今のうちにその廃車のね設定をしました。3シートの SUV だから多分これレクサスでしょうね。はい、で 15.9 元、今から乗る場所、この地下鉄の駅の目の前から違う地下鉄の駅の目の前まで距離でいうと 7.4 キロ、15分ぐらいですかね。はい、そこまでちょっとお試しで乗ってみます。まだ実物を見てないんだよね。早く見たいな。配車できました。あと4分で到着するそうです。めっちゃ楽しみだね。一応ここに来てくれるみたいですけど、そうなんか停車時間は3分だけって書いてありましたね、マックスで。ここバス停ですもんね。来ました、これですね。本当に無人運転のレクサスだ。乗ります。すごい、今スマホでアンロックをドア開けました。
それじゃあスタート。 We are about to start. Please make sure your seatbelt is securely お fastened. おすげえ You can contact us by tapping the assistance button. 結構スピード出てる。速い速い速い。マジすごくないですかこれ。これはすごいね。やっぱ中国だからできるんでしょうね。日本でやるのなんかいろいろ大変そうだもんな。こっち側にはもうねアクリル板で入れないんですけど、もう大量のカメラが私は監視してますが、レクサスですからねこれ乗り心地はめちゃくちゃいいです。結構ふかすな。速いですよ。今何キロ出てんだろう。今普通に65キロ出てますね。60キロか。めっちゃ面白い。もう一回乗ろうかな帰り。そんな高くないですからね。16元ぐらい。いずれ東京とかでもこうなるんじゃないですかね。これ夢ありますね。正直タクシードライバーとなんか絡みめんどくさいって人もいるじゃないですか。今日暑いですねとかなんかそういうの苦手な人にはもううってつけですね。何も喋らなくてもいいし、アプリと連動してますね。これ乗るためだけに深センに来たようなもんなんで、寄り道ですけどやった甲斐がありますわ。すごい。こんだけ車が密集しててもちゃんと車線並行めっちゃしてますね。ちゃんとちょっとブレーキ強めですね。でもこれトヨタがやってるんですよね今ね、実験的に。しっかり止まりました。ブレーキ最後こういうところで止まるのは滑らかですね。この、無人運転タクシーはね、朝7時半から夜の20時か9時ぐらいまで、なんかそれぐらいしかこう今実験段階だからやってないみたいで、早朝とか24時間じゃないんですよね。もちろん車ガソリン入れたりとかメンテナンスとかやらないといけないから、そういうあれだと思うんですけど、おそらく今俺が一人でベラベラ喋ってるのはコントロールセンターでね丸聞こえだと思います一応何かあった時はコントロールセンターが遠隔で運転したりするみたいなんで、対応してくれるみたいなんで、結構ね手厚いみたいですよ。トラブルが起きた時は。一応ですね飛行機みたいななんか安全のしおりがありますね。すごいな。もっとゆっくり超安全運転かと思ったけどめちゃ速いな。多分マックス60までなんだね、スピードが。60って結構速いですからね超楽しいこれ。すごい不思議な感覚だな。基本的には一番隅の車線を走ることが多いですね。一番外側で、他の車やっぱ中国の人たち結構スピード出すんで、それに比べればやっぱり安全運転ですね。多分日本人でもまだ乗ったことある人少ないと思うんで、参考にまた香港とか、こっちの方に来た時ね、深セン来た時とかぜひ乗ってみてください。誰でもアプリさえ入れれば乗れます。すごいカーブ。ちゃんとハンドルもいい感じですね。なんかブルブル機械的な感じじゃなくてちゃんと滑らかですね。すごい。ちゃんと車線変更車線変更の時見ちゃうね、怖くて。運転してる人みたいな感じで普通に感動してるんですけど、めっちゃ楽しい下手な観光とかするより楽しいと思いますこれいいね。これ YouTube で俺言ったらいっぱいなんか乗りに来そうですね。前の車もあれだ、多分無人タクシーですね。ちょうど私の目の前を走って追従してますが、これも多分無人のやつですね。なんかついてますもん、頭の上に。でもドライバーいるわ。なんか試験車両的なやつかな。間もなくですね到着します。
まあ、レクサスだっていうのもいいですね、乗り心地が。それじゃあ到着ですね。ここに止まると思います。あ、止まりますね。 Pulling over. Please don't open the door. 本当は止まる場所に今車が止まってたんで、ちょっと路肩になりました。はい、ちゃんと支払い画面になりました。アリペイか、WeChat Pay ですね。今ディスカウントでちょっと安くなってますね。はい、じゃあ決済します。Pay Now。今支払いが終わったんで、これで多分ドアが開けれるようになるんだと思います。かっこいい。やばい、めちゃくちゃ良かったですね。すげえいい経験したと思う。ぜひ皆さんやってみてください。これ誰でもできるんで、外国人でもできるっていうのがね、ポイントだと思います。もうちょっと乗りたかったですね。とりあえず今から、例のピザ屋に行って、もう今2時ぐらいになっちゃいましたけど、食いに行きましょうか。ちょっと遠いんで地下鉄でもう行っちゃいます。ということで着きました。ココパークっていう商業施設ですね。でこの中にある P3 バイプレイスっていうピザ屋さんがいいらしいです。はい、美味しいと聞きました。そこ特にトリュフピザっていうのがうまいと花さんが言ってたんで食べたいですね。地下鉄の駅からそのままですね。このシェイクシャックの前って言ってたんで、もう目の前ですわ。超わかりやすい。めっちゃお腹空いたから、まあ最後ですしね、今回がこれで。明日日本なんでちょっと贅沢に食っちゃいましょうか。ということでお店入りました。めっちゃいい感じのなんか今風なおしゃれピザ屋さん&カフェみたいなとこですね。で今ピザと、サラダとあとチーズケーキもうまいらしいんで、それと飲み物を頼みました。値段はねまあまあします。それで270元ぐらいだったんで、まあ、トリュフのピザっていうのもちょっと高いんですけど結構しますね。ちゃんとお店の中にピザ窯もありますね。本格的なピザ屋さん、まあ、深センでなんでこれを食べるかって言われると美味しいと聞いたから来ました。ということでなんとも女子力高めな意識高い食事のなんかセットみたいになりましたけど、はい、こちらが黒トリュフのピザ、めっちゃうまそう。すごいいい匂いしますね。と、ステーキがちょっと乗ってるサラダ、なんかいちごとかマスカットとか入ってる、このいわゆる意識高い人が好きそうなサラダですね。量はすごいあります。であとフルーツティー、これもなんかこうなんだろう、これズッキーニとか入ってるのかな、なんかいろいろデトックスティーみたいな、意識高い人が好きなやつです。はい、全部意識高い系のやつです。すいません。それじゃあいただきます。これ絶対意識高いよね。結構意識高い味がする。すごいトリュフの香りがもうムンムンですね。でこの卵黄をちょっと崩して、ちょっとこんな感じで食べましょう。これはうまいに決まってるよね。すごい、いただきます。めっちゃうまいわ。すごいトリュフの匂いする。でそう考えると安いかもしれないですね。量もかなりありますね。これ誰かと一緒に行ってシェアして何種類か食べた方が面白いですけど、まあ一人なんでしょうがないけど、これはうまいわ。ピザ生地もすごいうまいですね。わ、これはうまいわ。なんか久しぶりに美味しいピザ食べたって感じがしますね。サラダめっちゃうまい。バルサミコとオリーブオイルががっつり効いてる感じで、俺の好きな味ですね。クオリティ高いと思います。うまい。マスカットとかストロベリーが入ってるサラダってもういかにも港区女子が食べてそうなサラダですわ。おいしい。さっきも言いましたけど、このお店はね、自分の知り合いの花さんに教えてもらったお店でめっちゃ美味しいよって言って来ました。花さんいろいろね情報をくれるから、特にお店の助かりますね。
ピザが止まらないですね。めっちゃうまいわ。これ幸せだな、マジで。超うまい。うまいしか出てこないけど、まあ中国に来てね、中華料理は大体皆さん攻めると思いますけど、やっぱ食事がこういろいろバリエーションが最近多いのとレベルが上がってるんで、日本食もそうですけど、すごいなと思いますね。こんな美味しいピザ屋がなんか中国で多分ピザ屋入ったの初めてですけど、本当美味しいねこれ。それで最後はチーズケーキ、ブルーチーズチーズケーキだったかな。めっちゃうまそうですね。すごい、多分濃厚タイプのやつだ。超絶ねっとり系ですね。あ、すごいブルーチーズの香りが最後しますね。がっつりチーズですわ。もうチーズを食べてるぐらいのチーズケーキですね。チーズが好きじゃない人はまあ無理でしょこれはさ大好きだから。しかもあんま甘くないね。美味しい。いやクオリティ高いね。何食べても美味しいわ。ということでめちゃくちゃ美味しかったです。このね商業施設もすごいね。めちゃくちゃでかい。これの中央広場みたいなところの中にありますね、ピザ屋が。スケールが全部日本とは桁違いなんですげえわ。すごい著作権的には大丈夫なのかな。あ、でも正式にコラボしてるんだ。セーラームーンカフェがあります。セーラームーンってもうほんと俺がまだ小1とか幼稚園とかそれぐらいの時のレベルですけど、まだ人気あるんですね。普通におっさん一人でセーラームーンカフェ今コーヒー飲んでる人いたけど、まあ、別にいいですよね。何の問題はないですよね。やっちゃいけないなってことはないですからね。ただまあ日本だったらなんかすごい目で見られそうですよね。とりあえず目的は達成したんで今からホテルに戻ります。はい、ということで今回はですね1年ぶりぐらいに深センに来まして、まあ、特にこの動画で皆さんねお見せしたと思いますが、無人タクシー、これぜひね皆さん乗ってみてください。近い将来ね日本でも体験できるかもしれませんけど、まあ、この深セン市はですね、まあ、テックシティと言われてて、日本でもちょこちょこ見かけるようになったと思いますけど、タクシーとかでもねBYD という電気自動車メーカーの本社があったりとか、あと今この動画を撮ってるこのカメラですね、DJI の本社とか、あとドローンとかの、まあ、最先端技術をこう集約してやってる街なんですよ。だからそういったものが好きな人とか、スマホもそうですけど、まあ、中華製はちょっとっていう人もまあおられると思うので、まあ、それはそれでいいんですけど、一応ねトヨタとかも入ってああいう自動運転のまあ実験とか実用化なんかやったりとかしてるので、まあ体験したいなっていう人には外国人でもね結構行けたりするんで、そういうのが好きな人はいいのかなと思います。あと街自体もかなり発展してますし、どうでしょうね、まあ好き嫌いあるかもしれませんけど、物珍しいものが結構あるので、まあ質は分かんないですけどね、その辺興味のある人とかぜひ行ってみるといいと思います。でアクセスも非常にいいのでね、まあ、一般的には香港から行くとかね、まあ、マカオから行くとか、今回ちょっと変わりネタでジュハイからとかやってみましたけど、まあ、日本からも直行便ねANA とかも深セン飛ばしたりしてるし、日本人の人もやっぱり多い。まあ、ちょっと最近ですね悲しい事件もありましたけど、まあそんなに気を張らなくても私はいいのかなとは思いますが、まあ、私は普通に過ごしましたし、まあ、そんな出かけてないっていうのもありますが、ジュハイもそうだったんですけど、やっぱり香港とマカオが近いから外国人が多いんですよね、深センも。だからその外国人慣れしてるというか、割と全部スムーズですし、人々もね全然ややこしくないです。いい人多いと思いますよ。大体イメージがね中国やっぱりよろしくないので、来てみるといろいろ違うことは確かに感じ取れるんじゃないかなと思います。私は味方してるとかそういうのは一切ありませんけどね、普通に思ったことを体験して言ってるだけなんですが、はい、普通に深センはね面白いと思います。短期旅行で来てもね。実際私はもう今日1日しかなくて、明日の朝早い便で日本に帰るんでね、もうちょっと実は行ってね動画を撮らずに自分の好きなこととかだらだら見たいなと思ったんですけど、ちょっと時間もないので明日4時起きなんで、まあ今日はもうこの後ねホテルでやることやって、
明日の朝ね、しっかり起きれるようにしとこうかなと思います。こんな感じでですね、今、4月の2日、3日ぐらい、2日か、なんですけど、1週間ね、ちょっと、弾丸で、福州、ジュハイ、マカオも寄り道して、で、深センも寄り道したっていう感じで、ちょっとね、一つの流れで来たんですけど、このエリアも結構おすすめですね。最近は田舎を攻めてましたけども、地方ですね。かなり発展してる。動きやすくて、何でも揃ってて、面白いと思いますので、よかったら参考にしていただければと思います。このエリアね、かなり、特に深センとかマカオとか、香港、日本からたくさん便があると思いますので、参考にしていただければと思います。それでは一旦この動画はここで終わりたいと思います。皆さんよろしければ感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。